こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。昔は安物買いの銭失いちゃんというあだ名を祖母につけられるほど安いものをしょっちゅうたくさん買っていました。自分では節約できていたつもりでしたが、ちりつもでお金はありませんでした。クローゼットも部屋も荷物でいっぱいにもかかわらず、物欲は止まることなく、何を次買おうか日々考えていました。そんな銭失いちゃんの私でしたが、ミニマリストを目指し行動するようになってから物欲が驚くほどなくなりました。今は生活必需品、食品以外のものはめったに買いません。今回は私が物欲を抑えるためにとっても効果のあった考え方と行動をお伝えします。物欲がなくなる思考と行動。一つ目は、物欲を満たすことは幸せにつながらないと知ることです。私はミニマリストを目指すまで、暮らすのに十分すぎるぐらいのものを持っていたにもかかわらず、全然幸せではありませんでした。なぜなら、必要なものは持っているはずなのに、自分に足りないものばかり目に入っていたからです。友達が持っているブランドカバン、ブランド財布、会うたびに見る新しいお洋服を見ては物欲が刺激されていました。そしてたとえ新しいものを手に入れても、満たされるのは買ったその一瞬だけで、また自分に足りないものを見つけては追いかけてしまっていました。私はいつまでも満たされませんでした。どれだけ物を持っていても、どれだけ新しいものを手に入れても、また新しいものが欲しくなり、いつも何か物足りない気持ちになってしまっていたんです。物を手に入れても自分を幸せにしてくれない、この根本的な事実を知り、私の物欲レベルを一気に下げることができました。物欲がなくなる思考と行動。2つ目は、物より経験にお金を使う方が幸福度が上がると知ることです。これもとっても重要な思考だと思っています。私は物ではなく経験にお金を意識的に使うようになってから、貴重な体験をするためにも無駄な買い物はしなくなり、物欲は一気に減りました。コーネル大学のトーマス・ウィッチ教授という方は、お金と幸福の関係を次の通り説明しています。物を買った人の満足度は時間が経つとともに下がっていくが、経験を買った人の満足度は時間が経っても高い。これ本当に私の実体験からも納得がいきました。物にお金を使う時の幸せと時間のイメージはこんな感じです。買うまではとってもワクワクして、買った瞬間は最高潮。でも時間が経つにつれて飽きてしまって、いつの間にか使わないものに幸せ度もどんどん下がっていきます。衝動買いで買ったブランドバッグも、今ではいつどこで買ったか思い出せないし、もう使っていません。時間が経つにつれて幸せ度はどんどん薄れていきます。一方、経験にお金を使う時の幸せ度はこんなイメージです。お金を使った後も記憶として思い出され、ずっと幸せ度は高いままです。たとえいつか忘れてしまったとしても、友人との会話だったり写真を見た時など、何かのきっかけで思い出し、また何度でも幸せを感じることができます。実際私も友人との思い出話は尽きなくて、今でもあの時楽しかったねとか、あれ面白かったよね、また行きたいねなんて話しています。一生の思い出というやつですね。また経験だけでなく、私的に良いお金の使い方として追加したいのが人へのプレゼントです。何を喜んでくれるだろうとプレゼントを考えている時間、あげた時に喜んでくれる表情が本当に自分の幸せになるんですね。初めてのボーナスで家族を連れて行った食事、祖母がすっごく喜んでくれたのですが、私はそれ以上に幸せを感じました。限られたお金をどうせ使うなら幸せになる使い方をしたいと、経験やプレゼントに意識的にお金を使うようになってから、物欲はもう奈落の底ぐらい低くなりました。物欲がなくなる思考と行動。3つ目は、物を捨てるです。物欲に支配されていた時、
十分すぎるぐらい物を持っているのに、なぜか自分には足りないものばかり目に入っていたので、全然幸せではありませんでした。そんな状況を変えるのに、物を捨てることはとても有効でした。物を手放すことを通して、自分にとって本当に必要なもの、大切なものを知ることができるからです。大切なものと不要なものを判断できるようになり、たとえ欲しいものができたとしても、でもこれって私にとって本当に必要なものじゃないよなと冷静に判断できるようになりました。また、物って増やすのは簡単ですが、手放す決断をするのは本当に大変なんです。もったいない、まだ使えるという捨てたくない感情との戦いです。手放す悩みを体感してから、買うことに対してのハードルは一気に上がり、簡単に物を買うのはやめようと思えるようになりました。私の場合、特にアイドルグッズを手放すのが大変でした。どうしてもアイドルに対して申し訳ないという気持ちが出てしまい、タンスの奥底にしまっているグッズといえど、捨てる決断をするまでにすごく時間がかかりました。でも手放す辛さを知った今は、アイドルグッズに対する物欲は一切なくなりました。捨て活は物欲を抑えるのに一番のおすすめな方法です。物欲がなくなる思考と行動、4つ目はお金を労働時間に換算することです。私は物を買う前に自分の労働時間に直して計算しています。お金は自分の労働の対価としてもらえています。つまりお金は自分の時間と引き換えに手に入れたものなんです。時間は人生そのもの。だから私にとって時間は何よりも大切だと思っています。もし仕事が辛ければなおさら、時間と引き換えにやっとの思いで手に入れたお金の価値は高いです。私の場合、税率や計算しやすさを考慮して、お買い物1000円分イコール1時間の労働と計算しています。例えば3000円の服を衝動買いしたくなってしまった時、私はお金ではなく3時間分の私の労働時間と引き換えに手に入れることができるものと考えます。私の大切な3時間、本当にこの服のためだけに働けるか、そう自問自答すると、多くのものは私の時間の方が大切という結論になり、買いたくなくなります。一方反対に、家族へのプレゼント、友人と過ごす時間、旅行はまさにこの瞬間のために働いていたと思えるほど、私にとっては価値がある時間なので、むしろ気持ちよく使うことができるようになりました。物欲がなくなる思考と行動、5つ目はショッピングに行かないです。ショッピングに行けば新商品の情報、流行りの情報が嫌でも目に入ってきます。これが流行ってるんだなどと知ると、なんだか私も手に入れたくなってしまいました。目的なくお店をふらついているうちに数時間経ってしまい、何も収穫なく帰るのも自分の時間が無駄になるような気がして、むしろ何か買わなきゃという義務感まで生まれてしまって、用もなく買い物をしていました。今は帰り道のデパートの寄り道や週末のお出かけにショッピング等は一切していません。ウィンドウショッピングをなくすだけで、物欲を刺激する情報がシャットアウトされて、自然とそもそも欲しいものがなくなりましたし、衝動買いもなくなりました。物欲がなくなる思考と行動、6つ目はテレビを見ないです。これもショッピングに行かないと同じで、流行り物、新商品の情報をシャットアウトすることができます。知らなきゃ欲しいものは生まれません。少々流行りに疎くはなりますが、知らなくてもいい情報に振り回されなくなりました。流行り物には左右されず、本当に必要なものだけを買えるようになったと実感しています。物欲がなくなる思考と行動、7つ目は1年間服を買うのをやめてみることです。服って物欲を刺激するので一番の厄介者だと思っています。流行りを追いかけていた昔の私は、洋服を買うのにたくさんのお金と時間をかけていました。そして服の数が増えれば増えるほどコーディネートが何通りもできてしまうので、おしゃれがより難しくなりました。そしてその結果、着れる服はたくさんあるのに服がない現象が起きてしまっていました。でも服は次の選択に間に合う分の量があれば、物理的には本当は足りてるんですよね。
服を減らしたい。でもどう減らせばいいかわからない。そう思った私はまず1年間新しい服を買わないことを始めました。新しい服を買わないと決めてしまえば、服がないから買わなきゃいけないという考えに悩まされる必要もなくなりました。最初は1年間で辞める予定でしたが、今では新しい服を買わなくなってからついに1年半が経過しています。服を買わない中で気づいたのは、全然服は足りているということです。そしていい服がないと思っていたにもかかわらず、手持ちの服の中でお気に入りがどんどん見つかっていきました。これは本当にびっくりしました。ここで私のおすすめの方法があるのですが、服を選ぶとき気分で選ぶのではなく、手持ちのトップスを全部順番に着ていくといいです。全部の服を平等に着てあげられるし、気分によらず着ることで自分が本当に気に入る服、気に入らない服に気づくことができました。時短にもなります。そして今日のお題はこれと毎日ゲーム感覚でコーディネートを組むことができて、ちょっと楽しくなります。そして何よりも服を買わない行動は、最近問題視されているファストファッションの文化、例えば服を大量消費して廃棄することだったり、安い服を作るために製造工場の環境が劣悪になっていくことなど、ファストファッションがもたらす社会問題にも微力ながら歯止めをかけることができているのではないかと思っています。服を1年間買わない体験記はこちらの動画で紹介しています。私のチャンネルの中でも一番のお気に入り動画なので、ぜひ多くの方に見て知っていただけたら嬉しいです。物欲がなくなる行動8つ目は、コレクションはしないと決めることです。一番物欲で気をつけなければならないものがコレクションです。物はどんどん増えていきますし、謎の使命感から新しいものを手に入れなきゃと買ってしまいます。私も今までにアイドルグッズだったり、コスメ、安いアクセサリー、アーティストの CD、DVD 等々いろんなものを集めていました。でもどれも結局は使わずに収納の奥にしまい込んでしまうものだったり、使い切れないものばかりでした。コレクションはしないと決めてから、買って満足するだけの意味のない買い物はしなくなり、必要なものを必要な量だけ買えるようになりました。物欲がなくなる思考と行動9つ目は、徹底的に調べて本当にいいものをお得に買うことです。ちょっと長いですね。物を捨てるようになってから買い物をするハードルがぐっと上がりました。そして買うからには一番良いものが欲しいと徹底的に口コミを調べるようになりました。楽天市場のレビュー件数、YouTube でのレビュー動画などを通して一番いいものはどれだろうと調べます。調べるのには時間を使うので、本当に欲しいものでないとここまでできません。徹底的に調べてから買うことで、買ったものに対する満足度もぐっと上がりましたし、つい衝動で買う余計な買い物も防げています。またネットショッピングでお得に買える日を狙って買うのもポイントです。Yahoo ショッピングユーザーの私は、買い物をするときはお得な5のつく日に買うことにしています。楽天ユーザーの方であれば5と0のつく日に買えばお得ですね。このお得に買える日を待つために数日時間を置くことで、気づいたら欲しい衝動が冷めて欲しくなくなっているなんてことがよくありました。お得に買える日を待つことで、安く買えるだけでなく衝動買いも防げています。以上が物欲がなくなる思考と行動でした。安物買いの銭失いちゃんと言われていた私が、今では物欲はほとんどなくなりました。買っても買っても足りないものばかりに目がついてしまい、ずっと満たされない気持ちだった昔より、物を買わなくなった今の方がずっと満たされていて幸せです。この動画が皆さんの暮らしを少しでも楽に、少しでも幸せに感じられる助けになりますように。それではご視聴ありがとうございました。嬉しかった小話を共有したいと思います。私、実家の捨て活も着々とやっているんですが、今まで自分の部屋のものだけ捨て活をしていました。物を捨てようと家族にまで押し付けるのは良くないなと思っていたので、家族のエリアのものは捨てようとは今まで言ったことがなかったんです。でもやっぱりこのミニマルな暮らしの良さを知ってほしくて、ゴールデンウィーク中に帰省していたタイミングで図書館でこの
僕たちにもう物は必要ないという私の捨て活の後押しをしてくれた大好きな本を自分のために借りたと見せかけてリビングのテーブルにわざと放置してたんです。私がいない間に読んで捨て活に目覚めてくれないかなと密かな期待を込めていました。で、ある日出先から実家に帰ったら玄関にビデオテープでいっぱいのゴミ袋が置いてあったり、使っていない布団を捨てると押し入れ全出ししたり、なんか私にメルカリでこういう CD は売ったとか話してきたり、急に母が捨て活を始めたんですよね。本の効果だったかは分かりませんが、自分からアクションしてくれていることにすごく嬉しくなりました。話していく中で捨て活したいんだけど体力使うからそんなにできないわとぼやいていたので、お盆休みには一緒に捨て活をする約束をしました。実家もどうやら捨て活が始められそうでちょっとハッピーな話でした。